いよいよ始まった櫻坂464期生の合宿。この合宿の課題は、静寂の暴力フルサイズ。静かすぎる時間は嫌い。櫻坂3期生の楽曲静寂の暴力。合宿を締めくくるのは高弘先生によるチェック。その後は東京での成果発表が控えている。初日のレッスンはおよそ6時間。多分目黒ちゃんが一番ダンス経験的に体の動き知ってると思うから、ちょっと稲沼ちゃんとかのフォローももし余裕があればで大丈夫なので、ちょっと3人で補ってほしいです。右足だけ動かす。そうみたいな。A、B、C 各班それぞれがダンス経験者を中心にできる限り振りを入れていく。そしてレッスンの最後には成果を披露する。呼吸さえもできなくて星の降る夜、なぜ人恋しのが明かりを消した部屋の天井は振りが1サビ以降何にも踊れなかったの。6時間振りを入れたところで頭真っ白になっちゃったと思うんだけど、結構やばいなって思った。だよね。櫻坂46は人数が多いので、パフォーマンスの面で個性を出す部分ももちろん必要なんだけど、今はまだそこじゃなくって、正確なものをしっかり習得してから自分の色を出すっていうことをやってほしくて、想像してた以上に自分ができなかったことがすごく悔しくて、今日はいろんな悔いが残ってるんですけど、一つ大きなのはヒーローちゃんが途中ちょっとダンスできなくなっちゃった時に、本当はダンスを私が教えてもらったところ覚えてヒーローちゃんにも教えられなきゃいけないのに、振り入れもままならないし、改善していきたいなって思いました。明かりを消した部屋の天井は心の声、あれこれより思い出ても見てないだけ、目の力が見えない静寂は一つの暴力だと思う、これ以上傷つけないで。同じ音で同じような動きをしてるはずなのにまとまりが全然ないなって思ったので、この3人で合わなかったら9人なんて絶対に合わないし、もしこれから先先輩に合流した時20人近い人数になった時に揃わなくなっちゃう。とにかく練習しといてください。はい。はい。ちっちゃい頃から負けず嫌いだけはある方で、例えばじゃんけんとかだったら何回戦も増やしていって自分が勝つまでやったりとかして。で佐藤ちゃんは全員の中でもかなり踊れてる方なんじゃないかなと思ったんですけど、踊れてるなーで終わっちゃう。私は個人的には今の佐藤ちゃんの踊りを見ても何もこっちには伝わってこなくて、ただ踊ってるだけで何も届かないっていう風に言われて、どんなアイドルになりたいかって自分に問いかけた時に、表現力に長けてるアイドルになりたいっていう答えが出て、自己 PR は
桜坂さんの静寂の暴力のサビダンスを踊ります。実は佐藤ネオさんは最終オーディションでも静寂の暴力を披露していた。それほどこの曲への思い入れは深い。今のネオは桜坂の表現は何一つできてないよって言われたんですけど、なんかできてないからこそ自分の表現の幅を広げたいなって、今回は食いついて合宿に参加したいなって思ってて、もう一個上の表現っていうのも視野に入れながら練習してほしいなと思います。はい、以上です。改めて言うと、みんなに時間はないです。お客さんに見せるぐらいのクオリティを持っていくっていうのが今回の合宿の課題であるので、落ち込んでる暇はないので、踊れなかった、じゃあ踊れるようにならないといけない、どこができなかったのかちゃんと自分で考えてやってほしいなと思います。できる？はい、頑張りましょう。ちっちゃいな。頑張りましょう。はい。ポッキー食べたんですか？1本食べました。夜に食べてないです。なんか開けるのがもったいないなって思ってて、まあ、食べてないでなんか食べれないんで箱から開けれない。稲熊さん食べたって言ってました。昨日同様しっかり頑張っていきましょう。はい。前日の遅れを取り戻すためレッスンは加速する。だがその分覚えたはずの振りが次々と抜け落ちていく。やっぱこうやって通しで踊ると、さっきはできてたことができなくなる。一回できたってことはできるんだから、一回手に入れたものは離しちゃダメ。 OK？ 自主練を設けるので、ここで頭の中を整理するために自主練の時間が設けられた。与えられた自主練の時間。しかしその使い方に課題が見え始めていた。ずっと私たち見てたけど、チーム内で拉致が開かなかったら私たちに助けを求めてって言って聞いてきたチームは誰一人いませんでした。正解は分かんないままずっとやり続けてるからずっとできないし、必死さが足りないのよ。みんなに時間ないのよ。結構やばいっていうのを自覚を持ってほしいなって思います。もらえずに遅い。山川ちゃんがね、遅い。全体の進行が思うようにいかない中で舞先生が特に気になったのは A 班。 A チームさ、結構深刻だけど大丈夫？どういう感じなの？みんな的にどういう状況なのかをちょっと解決しないと結構やばいかなって思ってて、ちょっと覚えたところもまた分からなくなってしまって、そのまま次ですね。追いついてないってこと？追いついてない。頭からもう一回確認しても大丈夫ですか？今日やったところ、ここからゆっくり確認するから、今もうその時にもう質問してもいい、もう一回やってくださいとか言っても大丈夫だから、ちゃんと頭に入るようにしよう。ここから沈んでいってほしい。はい、そうです。針がぐるぐると虚しくなってる気がせの日常、もうそうだってするのは当たり前の日常。ダンスは小学校の時に始めて約7年くらいやって。A 班で
最もダンス経験の長い目黒ひいろさん。なぜか思うように力を発揮できていない。4期生の中では群を抜いてだと思いますし、グループ全体で見ても即戦力になりうる人材ではあると思うんですけど、この静寂の暴力っていう点だけで見ると、自分が持っているはずの能力を全くと言っていいほど活かせていない。そのダンス経験者っていうのはカウントっていうものがあって、そのリズムに対してワンツースリーフォーっていうリズムをこう区切りに振り付けを覚えていくんで、この静寂の暴力っていうのはそのメロディーとかそのカウントで通用しなくて、この後ろの音っていうこの絶妙なこの聞き分ける能力がないと振りが覚えづらいっていう曲でもあるので、難しい曲ではあるんですけど、静寂の暴力はかすかに聞こえる後ろの音に合わせて振りを入れる。集中力と聞く力が問われる極めて難易度の高い楽曲だ。いつも通りの自分の覚え方では通用しないようなものが来ちゃうと逆に踊れなくなっちゃったりとかもするので、まさかのこの合宿期間でダンス経験者のめぐるちゃんがそういうの壁にぶち当たってるのかなっていうのは思います。3期生たちも苦労したみたい。多分音聞いても曲聞いてもどこの場所に当てるとかが多分全然わかんないので、1週間とかねずっとたくさん練習して合宿の4泊5日の期間で完璧にできたら逆に私たちが本当にねっていうのもあるので、本当にすごいなと思いました。そしたらこれから昨日同様フィードバックの時間を取っていこうと思うので、そしてレッスン終わりの成果発表では全体的に、A チームが一番やばいので、この場に来てしまった以上、4期生になった以上苦手はもう通用しないのね。人生の中で一番っていうぐらい頑張ってほしいです。めぐろちゃんは歌詞を覚えていないですか？みんなが歌う部分のところ一人だけ口が動いてないのがすごく目立ちます。自信持って本当は引っ張ってほしいし、引っ張れるぐらいのスキルがあるのになんでそうなってしまってるんだろうって。アイドルっていう櫻坂46の4期生の目黒ヒーローっていうので出してほしいのに、そこが全然活かせてないのがすごく私はもう悲しい。それを乗り越えなきゃいけないと思います。本当に全然うまくいかないことばっかりですごくやっぱパニックになっちゃって、すごい自分がうまくパフォーマンスをしたくてずっとやってきたことなのに、それが全然発揮できなかったり、人より踊れないぐらいの全然発揮できなくて悔しいです。このままでは絶対帰れないので、もう本当にやるだけのことをやろうと思います。
ございます。3人とも一番声が大きいかなって思いました。その世界観に頑張って合わせようと思ってるなってのも伝わったので、さらに表現できるようにしてほしいなって思います。松本ちゃんはめっちゃ練習したんだなっていうのが伝わりました。2人が止まっても1人だけ止まらなかったのがすごい良かったです。ので逆にできるんだなって分かった分自信がなさそうなのがすごくもったいないです。なんか下向いちゃう部分とかがあって自信持って前を向いて踊ってほしいなと思います。すごい大好きで憧れてたからこそ、なんか私がそこにふさわしいとは思えないっていうか、なんでここにいるのかわからないみたいな、なんで選んでいただいたかわからないし。自信はない。でも好きな気持ちだけは揺るがない。前回の3期生オーディションにも挑戦していたみたいだけど、3次審査で選んでいただけなくて、多分年齢的にラストだなと思って最後にやっぱやらない後悔よりはやって後悔というか受けてみようと思って3期生の時と同じ服で行ったんですよ、3次審査。静かすぎる時間は嫌い、呼吸さえもできなくて、星の降る夜、なぜ人恋しいのか、辺りを消した部屋の天井は心の声。全体的に踊れてはいたので、もう後半3人ともちょっと仁王立ちだったのがもったいないから、さっきは踊れてたので練習したところはみんなはそう本番でちゃんと踊りきれなかったら意味がないから、こういう大事な時に踊れるようにもう体に叩き込んでほしいなと思います。はい。で中川ちゃん荒削りではあるんだけどすごく動けるようになったなと思いました。表現力も上がってきてるなって思うので、表現力が上がってくるっていうことは多分中川ちゃんがこの楽曲に対していろんな思いを抱いてたりとか、そういうところで楽曲に対して中川ちゃんが向き合ってくれたのかなって思ったので、はい。で浅井ちゃん多分昨日との変化は一番あるんじゃないかなと思います。9人の中で浅井ちゃんがそれでもなお振りが入ってきてないところがあったりとか悔しかったと思うんだよね。あんなにやったのにまだ自分ってここに立ったらこうなっちゃうのって思う部分があると思うんだけど、ついていくのに必死です。4期生として桜坂に加入させていただくためには絶対に振り覚えを早くすることも必要なことだと思うので、なんか私夢とかもなくて将来やりたいこととかもなくて、友達とかは夢だったり何かに向かって進んでる中で自分だけなんか止まってるような感覚があって、私の誕生日が12月22日なんですけど、ちょうど4期生の最終審査の日で、私は今日で20歳になりました。そんな日に温かくて素敵な櫻坂46さんの一員になれるチャンスをいただけたらとても素敵で運命的だなと感じたことも、このオーディションを受けることを後押ししてくれました。誕生日の日に人生が変わることなんてなかなかないと思うし、なんか運命というか2人に聞いたりしながらまた自分と向き合ってやってほしいなと思います。以上です。今日も一日長かったと思うんですけど、休むときはしっかり休んで、はい、やってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。表現をする人たちになってほしいんです。パフォーマンスを見た人が何かこの希望につながったらいいなってやっぱ思うから、何を伝えたいっていうところがまだもう少しかなと思うところがあるから、みんなで支え合うにしても支えれるものが何一つなくて、ちょっと申し訳ない気持ちもあります。